この辺りのリンパ節なんですが、腫れてる年明けに気がついたんですね。2月に雪かきをした X 線写真を撮ったら、胸椎、腰椎、ちょうど境目ぐらいのそこの骨が圧迫骨折を起こしている。それが肺がんの転移だったんですね。はい、それではがんの音スタートしていきたいと思います。今日のゲストは松田先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと、はい、がんの音ですね。実は今回でですね、はい、200回を数えまして、はい、200回記念となります。はい、がんの音200回記念ということで、松田先生にぜひちょっとご出演いただきたいということで、こちら福井までやってこさせていただいてですね、ちょっと先生のお話を聞いていきたいなということを思っております。そんな私なんですけれども、はい、岸田と申しましてですね、25歳と27歳で肺細胞腫瘍にがんになった、がんの経験者でございます。そんなですね、私が MC を務めさせていただいてですね、今日のゲスト、松田先生のお話を聞いていくんですけど、松田先生は、福井にね、いらっしゃって、医師でございます。またね、いろいろお話を後でお伺いしていくんですけど、がん検診を推進してくださっている、そんな先生となっております。肺がんのステージ4といった中で、今も治療中でございます。そんな松田先生のペーシングジャーニーを今からお伺いしていくんですけれども、個人の経験なですといったところと、特定の治療をね、推奨しているわけではなく、やっぱご自身の病気を一番知っているのは主治医の先生ですので、主治医の先生にお話を聞いてみてもらえたら嬉しいなと思います。この後、グラフが出てくるのですが、このような形でですね、感情や時間、そして吹き出しなども参照にしてもらえたらと思います。といった中で、先生のペーシングジャーニー、ドンという風な、こんな形をちょっとさせていただいております。もうね、上がったり下がったり、様々ありますけれども、ちょっとその中でですね、早速お伺いをしていきたいなということを思います。はい。それではですね、松田先生に様々なちょっと経験談をちょっとお話を聞いていきたいと思いますけど、まずはじめ、こちら。医師として福井県民健康センターで働くという形でございますが、先生は、はい。まず医師を目指されて、健康センターで働くっていうのが珍しいかと思うんですけど、はい、何かきっかけはあった？そうですね、もともと私は外科医っていうか外科の研修をして、手術も多少はしていたんですが、自治医科大学っていうところを卒業して、自治医科大学卒業生っていうのはですね、卒業して9年間はどこどこの病院で働けっていうそういう義務があるんですね。その時に行った病院で健康診断をやるようになったと。なかなかみんな健康診断ってやりたいと思ってないんですが、私は意外と、自分に合ってるなというふうに思ったということが一つですね。ですからこのような仕事に関わってたんですが、1994年現在の職場の県民健康センターっていうところができた、開所したのがこの年なんですけれども、初代の所長に誘われてここで働くようになったっていう経緯ですね。じゃあちょっと自分でも合ってるなっていうところがあってってことですね。そうだと思います。検診って面白くないと思われるわけですが、私は意外と合ってて、これはいいなと思いましたね。どこが醍醐味になるんでしょう、その先生の中で。それはですね、病気を早く見つけるってこともあるんですが、今すぐ治療しないといけない、手術をしないといけないって、そういう病気がみんなに見つかるわけではないんですね。ただ健康診断って何かしらの問題点っていうのが多くの人があるわけです。で、それが去年とこういうふうに変わってきましたっていうこともあるでしょうし、それをいかに正確に相手に伝えるかっていう、それがやっぱすごく大事だというふうに思ってます。病気を正しく診断し、特にがんを早く見つけるっていうのがあるんですが、それだけではなくて、今ある状態を正確に伝えて、あなたは何をしないといけないか、それを、話をする。それがすごく大事だと思いますし、私はそれがすごく合ってるなというふうに思ったということですね。いかに伝えるか。今日ね、皆さんこの後聞いていっていただければ分かると思うんですけど、松田先生めちゃくちゃ雄弁でございまして、すごくいろんな中でもいろんなお話いただけるので、ちょっと期待して聞いていきたいなと思います。
いいですかね。そんだけ、はいちょっとハードル上げてきました。はい、結構です。はい。すいません。はい。はい。そんな中でですね、はい、その後、はい、がん検診事業の部長にもなられていってという形ですね。はい。部長にもなられていって、その後にですね、なんと厚労省の検討会の委員にもなられていく。はい。そうですね。がん検診って全国的に見てですね、そんなに多くの医者がやってるわけではなくて、これを30年ぐらいやってると、それなりに目立ってくるわけですね。ですから、今から十数年前から、がん検診に関する国の委員になったと。で、がん対策全般の委員にも今から10年ぐらい前になってるわけですけれども、それなりに目立ったというか、人がいないからだと思いますが、国のがん対策にも関わるようになったっていうことですね。ねえ、本当に。どれぐらい勤めました？最終的に。がん検診は13年間ですね。で、がん対策全般はですね、それはがん検診の委員っていうのはほとんど私しかいなかったっていうような、20人の中でですね、その他もろもろ治療の専門の先生方が、学会代表の先生方が多いわけですが、私のようにがん検診をやってきたっていう先生はそうは多くいなかった。そのがん対策全般は3期7年でしょうかね。はい。もう7年も勤めてくださっていた、そんな先生でございます。そんな先生がですね、はい、その後どうなっていくのかと申しますと、次、こちら。はい。左の頸部のリンパ節主題。そうですね。左の首のですね、首といっても、鎖骨の少し上なんですね。で、この辺りのリンパ節なんですが、そこが腫れてるってことに、年明けに気がついたんですね。で、実は、もうちょっと鎖骨に近いところだと、これはですね、内臓のがんがよく転移するところなので、まさかっていうか、私は全く内臓のがんの転移だとは思っていませんでした。ですから、大きさが大きくならないかどうかっていうことを日々ですね、つけていたんですね。体温は毎日測っているわけですが、仕事柄ですね、リンパ節の変化っていうのも測って、というか、どれぐらいかって指の大きさにしてっていうことですね。それを記録してましたね。ただ当時はこのリンパ節がとても問題だとは全く認識をしていなかった。ただ今から思えばですね、これががんの転移だったので、もう少し早く気がつかないといけないのかもしれない。ただですね、言い訳ですが、1月にがんが見つかってそれから治療となると、とても1月2月3月っていうのは忙しい時期なんですよね、年度末で。もう会議もたくさん、私はその、国の委員だけじゃなくて県内の委員もたくさん務めていたので、会議がいっぱいっていう時に、治療のために休むっていうのは非常に具合が悪い。ですからこれからお話をする3月にがんが見つかるわけですが、その頃の方が非常に都合が良かったなぁと後からは思いますけどね。本来ならば早く気がついた方が良かったのかもしれないですね。当時は全く思いませんでしたがということになります。そうですよね。リンパ節がちょっと腫れてるなぐらいで、はい。これがもう2025年なので、去年の話ってことですよね。そうですね。去年の年明け1月5日だったかなと思いますが。で、それでずっと自分でも測っていってって言ったところで。あまり変わらないので問題がないだろうと当時は思っていたということですね。はい。その中でちょっと下がっていきます。次はこちら。下部胸椎の圧迫骨折となってくる、そうなんです。これはですね、2月なんですが、2月に雪かきをしたんですね。で、そんなに大雪でもなかったんですが、雪かきをしてとても朝凍っていて雪が硬かったので、それで雪かきをした後でですね、腰が痛くなった。ただその1週間後ぐらいには東京出張もしていたので、そんな大したことなかったんですが、その数日後にものすごく痛くなったんですよね、背中がですね。ということで
整形外科受診をして、写真を X 線写真を撮ったら、胸椎って言うともう12個ありますよね。でその下が腰椎っていう5つの骨なんです。そのちょうど境目ぐらいのちょうど背中の真ん中ぐらいでしょうかね。からもうちょっと下でしょうか。そこの骨が圧迫骨折を起こしているというふうな診断を受けた。全く、信じられなかったんですが、写真だとそういうふうに考えられるということで、痛み止めのお薬だとか湿布のお薬とか、あとコルセットを作りましょうということで、コルセットをつけることになったということですね。それも、雪かきのせいで私が折れるかなと思いましたが、骨の転移とは一切思わなかったということですね。それが肺がんが見つかる1ヶ月前の出来事ですね。先生、ということは、骨の転移と思わなかったってことは、骨の転移、後から分かるんでしょうけど、骨の転移だったかもしれない。結果的にはそれは骨の、肺がんの転移だったんですね。きっかけとしては、硬い雪を雪かきしたために痛くなったと思ってはいたんですが、その原因は肺がんの転移と後で分かったということですね。そっか。まあね、当時はそういったこともね、思わずっていうか、コルセットして。そうなんです。コルセットもですね、最初は市販のコルセットだったんですが、もっと固定を良くするためには自分の体に合うコルセットにしないといけないので、ちゃんと、寸法を測ってしっかり固定するようなコルセットを作ってもらったっていうことですね。それを非常に不自由なんですが、起きてる間はいつもつけてましたね。そうなんですね。それをしつつお仕事もねされていく中で、そのお仕事の中でこちら、職場の健康診断がありましたっていう、これは先生のところは健康診断をされているところですよね。そうです。の中の健康診断があったんですか？ですから職員がそれを受けるっていう、他の方と同じような項目を受けるわけですけれども、胸の写真を撮る、血液検査をする、心電図を撮る、あとお腹の超音波を受ける、あとは胃の検査を受けるっていうような健康診断が、私の年齢ですと受けられるわけです。若い年齢だともうちょっと簡単なものしか受けられないんですが、胸の写真は全員撮ってますよね。っていうことで、ここで胸部の写真を撮った。で、それで私自身が朝一撮られた写真を見た。そしたら肺の中にいっぱい変な影があったというわけですね。よく見ると左の肺腺部、鎖骨の下に肺がんの影が見えるということが分かってしまった。それが3月の18日、職場の健康診断で私が、職員の一人として受けて分かったということですね。それはなんか白い粒みたいな点々みたいなのあったって、ありました。一番の問題点っていうのは左の肺腺部っていう鎖骨の下ですね。鎖骨に重なってる部分に肺がんが、一番大元の肺がんがあるんですが、あと肺の中にですね、右も左も白い影がですね、実はいっぱい見えたんですね。実はそれが肺の転移だったわけですよね。そんな、自分の職場のね、健康診断見て、それで白い影があって、もうこれは肺がんの転移だっていうことはすぐ一目で自分自身でも診断をしてしまったということ。そっか、ご自身で気づくっていう新しいパターンですね。もうそれに関してはね。そうですね。もうその時は焦ったりはしなかったですか？なかったですね。焦らない。驚きではありますけど、いや、先ほどもちょっとお話ししたように、私は国のがんの委員をやって、とりわけがん検診に長く携わってきたので、しかも肺がん検診って
胸部の X 線写真でやるんだっていうのを私たちは進めてたわけですよね。で、毎年1回は受けましょうというふうに言ってきたって。で、写真は必ず2人で読むんだっていうふうに言ってきた。その通りのことを私自身が毎年受けてきた。にもかかわらず、なんで私がこんなになるのかっていう思いはありましたが、それほどの驚きがなぜか今から言うとよくわからないんですが、なかったですね。ただ、しっかり調べないといけないっていう思いがあって、その日のうちに、職場の同僚に、紹介をしてもらって、福井の県立病院っていうところに受診をすることになります。同日の午後ですね。ちょっと一つ質問したいんですけど、和田先生は職場の健康診断毎年受けられてるんですよね。毎年受けてます。じゃあ去年は、そういうのはなかったんですか？これもですね、なかなか難しいことなんですが、比べてみるとどうなのかっていうのをね、必ず見るわけですよ。当時も昨年の3月の写真はさらに1年前の写真と比べてみて、それで異常がないって判定をした。で、がんが見つかったっていうそういう目で、もう一度前の年の写真を見てみるとどうなのかって見るとやっぱりわからない。私たちの目では見えない。ただ、これもですね、本当に肺がんの専門家の先生だったら、いや、これはおかしいっていうふうに言えるよっていう方がいらっしゃると思います。で、今、その鎖骨と重なった部分っていうのは、非常にがんが見つかりにくいって、見逃されやすい場所ってこと分かってるので、気をつけて見てるんですが、そういう目で見ても分からなかったですね。結果論になりますが、最近はですね、私の職場でも AI が使えるようになったんです。肺がん検診で AI の診断ができるようになったんです。ただそれは私たちの診断を補佐するっていう目的なので使えるようになったので、見つかる1年前ですね、今から言うと2年前の時点の写真で AI が診断できるのかっていうのを見てみたんですよ。気になる。そしたらですね、私どもが今使ってる AI では診断ができなかったんです。そうなんですね。だ AI って言ってもどんどんいくつもの種類がありますので、どれを使っても見つけられないっていうわけではないんですが、一つの AI では指摘ができていない。ちょっと全く別のところがおかしいんじゃないかっていう指摘はありましたけどね。ですからなかなか場所的に1年前に見つけることは難しかった。それが事実かと思いますね。そっか。だから毎年検診を受けていてもわからない時もあるし、なんかこう体調が変だなと思ったらすぐやっぱ大きな病院に見てもらう。それはやっぱすごく大事なことですね。ですから私は全くおかしいとも思ってないし、リンパ節が腫れたってのはありますが、それも大したことないだろうとか、年末にコロナのワクチンの、受けたせいかなとも思ってもいた。気にはなったので大きさを測っていましたが、それでも肺がんの転移は全く自分自身が考えなかったということですね。皆さんね、だからといってがん検診が意味ないというわけではないですよね。ではないです。そうです。私がこんながんになったからといって、肺がん検診を受ける必要がないというふうに言うつもりは全くない。で、これから、もしかするとです、肺がん検診って CT になるかもしれない。ただ今はですね、タバコをたくさん吸う人は CT を使った方がいいんじゃないかっていうのは出てますが、私は40年前にもタバコをやめてしまったので、その対象にやっぱりならないんですよね。だからタバコを吸わない人も全員が CT を使いましょうっていうふうにはおそらくならないと思います。ですから今の肺がん検診を否定するつもりは全くない。でも残念なことに私の肺がんは見つけられなかったっていうのが事実だということですね。皆さんそういうこともあるということだけね、知っておいていただければと思います。で、その後ね、病院に行くっていうところで、がん告知を受け、両肺とリンパ節転移が判明していくということで、その日の午後に、私の同僚に
同僚も私の後輩なんですけれども、紹介をしてもらって福井の県立病院の呼吸器内科に、受診しました。それは福井県立病院っていうのは私がですね大学卒業してから4年間研修を受けた病院でもありますし、私の後輩もはじめとして多くの知り合いの医師がいる、看護師も多くの人を知っているっていうこともあって、後輩の呼吸器内科の医師に、相談をすることになった。それがその日ですね。その日の午後に CT を取ったら、先ほど言った鎖骨に重なっている部分は肺がんがあると。しかも両方の肺に小さな転移が、いくつもある。で、私が触れたリンパ節、それはやっぱりがんの転移だってことがその日の午後に分かってしまったということですね。それでステージ4の肺がんという診断をされたっていうのが職場の健康診断の午後ですね。うわー、これは自分でもほぼ肺がんだろうと分かって、そして、改めて、先生の指示となる方ですかね、後輩の医師の方に、がんですっていう告知を受けてっていうところ、もうそこら辺も心は先ほど言ったように動揺はせずないです。もう朝一分かってしまったので、だからだって思ってないところにもリンパにも転移しててってありますけど、そこもそうですね。これもそうなのかとは思いましたよ。思ってはいなかったけれど、リンパ節腫れてるのでそれが転移だと言われるとそうかというその程度のことですね。すごいな。このね告知を受けて転移もしていくって分かっていった中で、その後そうなんです。脳転移も分かっていく。そうです。これは職場の健康診断の当日午後に受診して CT を取りました。で、肺がんで転移をしている、両方の肺に転移しているってことが分かったんですが、その後ですね、次々と検査が短期間で行われるわけですね。で、翌日、一つは脳の MRI を取りました。で、そしたら思いがけず脳に転移しているということが分かったということですね。ということで、車はこれから運転はできませんというふうに言われたと。転移が消えたら運転できるんじゃないかと思いもあったんですが、思いました。やはり転移したものっていうのは消えたといっても、痙攣発作転換が起こる可能性があるので、それは運転はできないってことを言われて、実はちょっと時間かかった半年後になりますが、車は完全に手放してしまったそうなんですね。ということですね。もう一つここには書いてないんですが、リンパ節が腫れていたので、翌日、形成外科っていうところを受診して、そのリンパ節を取って調べてみるという手術を受けたんですね。それも無理を言って翌日の午前中にかかったんですが、その日の夕方に手術をしてもらったっていうことで、極めて短期間に多くの検査を行って、非常に短い時間で全ての結果が揃うということができたわけですね。それも私が無理を言ったっていうこともありますが、知っている病院だし、知っている後輩医師もいて、いろいろ便宜を図ってくれたっていうのはあろうかと思いますが、それは非常に幸いでしたね。ただこの時はまだ全ての結果が分かるわけではないので、次にリンパ節の組織の結果とか遺伝子の結果が出てくるというと、話が全く変わってくるということになりますね。いやー、なんかね、リンパ節の転移までは見ててわかるかもしれないですけど、脳まで転移してたらもう結構へこみますけどね。それもですね、実はあまり大きな驚きでもなかったんですよね。それは私がおかしいのかもしれないんですが、こんなこともあるのかなというふうには思いましたね。さあ、これで今後どうなるんだろうなっていう思いはあったと。今後どうなるだろうなっていう思いが、そこは、ね、当然ありますよね。
一応下がってるからショックは受けてるってことでいいんですかね。もちろんショックを受けていて、でそれで治療法が見つかればそれが上向くし、治療法がない、具体的に言うと遺伝子を調べるので、肺がんはですね、肺がんの亡くなる人ってのは、日本人のがんの中で最も多いんですよね、がん死亡でいうとね。で、治る確率も他のがん、例えば私が長くやってきた大腸がんなどと比べると非常に良くない、生存率がですね。で、手術ができないような肺がんもいっぱい見つかる、私と同じように。ということで、遺伝子の検査っていうのが実は結構進んでるんですよ。だから遺伝子を調べて効く薬を見つけるということがもうすぐに行われる。ですから私も先ほど、翌日リンパ節の検査をして取ってもらったって言ったんですが、その結果によって、治療薬が見つかる。そうすると、それなりに良くなる可能性がある。じゃあそれが見つからないとどうなるかっていうと、一般的な抗がん剤を使うしかないので、それはなかなか効かないかもしれないし、副作用に苦しむかもしれないってことですよね。ということで、結果次第でそれは天と地の違いが出てしまう。だからその結果を待たないといけないっていうのが先ほどの時期だったと思いますね。じゃあこのリンパ節生検をして、それをもうじゃあ遺伝子検査には出す。そうです。それをすぐに出してくれました。はい。まあそれも無理を言ったんでしょうね。主治医が手術室まで摘出されたリンパ節を取りに来てくれましたね。すごっ。主治医が夕方。もう夕方。そう、検査に出すために。検査に出すために。別に彼が来なくてもよかったんだと思いますが、まあそれだけいろいろ気を使ってくれたっていうことだと思います。偉大なね、大先輩の、ものですからね、すぐ出してっていう風な、ね。そうなんです。12歳年下なので彼は。そうなんです。一回り下。そうなんです。なので気を使ってくれましたね。松田先生は圧をかけたのかもしれないです。すいません。冗談です。すいません。その通りです。はい。じゃあそんな中でですね、はい。上がっていきますが、ここから。はい。少し早い誕生日会。そうなんです。我が家は、4月生まれっていうのがいる。私も4月の27の誕生日なんですけれども、長女の夫、それから、三女の夫が、同じく4月生まれなんですよ。男性3人が4月生まれなので、年に1回ですね、4月に誕生日の食事会をやってるんですよね。それを、これは3月の末だったので、1ヶ月早く、私が元気なうちにっていうこともあって、それで、集まって食事会をした。来年はどうなるかわからないなっていう思いもあったので、それはとても楽しい、時間でしたね。ということで、非常に気分が上向いたっていうことですね。ということがあります。これは今の病気とは全く関係なしにこんなことがあったということですね。なんか松田先生のね、お子様は4人いらっしゃって、そうなんです。4姉妹なんですよね。そうです。その中の、娘さんの旦那様のお二人がっていう。そうなんです。はい。そうです。っていったところで、その食事会、誕生日会、されていってっていったところで、それで気分が上がっていった中でですね、次こちら。そうなんです。EGFR、陽性判明。これは4月1日だったと思いますが、結果の説明があって、それを聞きに行きました。妻と、あとは娘が4人いるんですが、そのうちの、3人が同席をして、結果を聞いた。娘4人の中に、実は医者が3人いるんですけれども、医者が3人、娘がいるんですが、でそうやって家族揃って、1人だけは仕事の都合でちょっと来れなかったんですが、結果を聞いた。でここに書いてあるように EGFR L858R の遺伝子の変異が見つかったということなんですね。
これはどういうことかっていうと、私はその前に言うのを忘れましたが、肺がんの中の肺の腺がんっていう、一番多いタイプのがんなんですね。その中で、転移がある場合には効く薬がないかどうかを調べるために遺伝子の検査をする。で、5割強の人たちにこの遺伝子変異が見つかるんですね。そうなんですか。EGFR、L858R だけではない EGFR の遺伝子変異が、大体5割ちょっとの人に見つかる。ですから私もその中の一人。ただ中には見つからない人もいるっていう意味ですが、ということが分かって、で、ここで、主治医からどんな治療法があるかっていう説明を受けたというわけですね。で、今はですね、主治医も自分の考え方と自分の経験だけで治療法の説明するわけではなくて、ガイドラインっていうのをやはり重視するんですよね。肺がん治療のガイドラインでは、先生こんな風に言われてますよと。治療の選択肢はいくつかあります。その前に、私のがんは肺がんですが、両方の肺にも転移をしていて、リンパ節にも転移し、脳にも転移して、あとは背骨の胸椎にも転移をしているということで、最も進んだステージ4ですが、多発転移があるので、ステージ 4B っていうものだと。ですから治る可能性は残念ですが、先生ないですと。で、いかに長く生きられるために、ということで、これから抗がん剤治療をするんですが、その選択肢についていろいろ聞かされたわけですね。一番の選択肢が、当時1年前に聞いたのは、第3世代の分子標的薬、要するに私の肺がんに効くという薬、もうそれも第1、第2、第3世代ってあって、時間とともにどんどん新しく不整脈が少ない、副作用が少ない薬に変わってきてるわけですね。で、中で第3世代の分子標的薬っていう飲み薬を使うのがガイドラインとしては一番の推奨です。2番目の推奨が何かっていうと、今私が使っているものなんですが、第1世代、ちょっと古い分子標的薬っていうものですが、それに血管新生阻害剤っていうものを点滴を使うって治療。血管新生阻害剤っていうのは、聞いたことない。転移をするときは、がんはですね、血管を呼び寄せるんですよね。っていうことで、その血管ができにくいようにするっていう、それが血管新生阻害剤っていうものそういうのがあるんですか？そうなんです。それも結構よく使われる薬なんですが、ですから私の場合は、今の分子標的薬、一番新しいものではなくて、ちょっと前のものになりますが、それに血管新生阻害剤という点滴を組み合わせて使う治療法がいい。なぜかというと、そちらの方が実は再発せずに生存できる期間が長いというふうに言われている。もう一つ、薬はですね、ずっと効くわけではなくて、途中でやはり効かなくなってくるっていうことがあるんですよね。で、効かなくなってきたらどうするかっていうと、実は私が今行われている治療法では、別の薬、具体的に言うと、第3世代一番新しい、飲み薬っていうことですが、それに変えるっていう治療法が出てくる。そうするとさらにもう少し長く生きられるということ、そういう説明を聞いて、家族が揃って、私も主治医もそれがいいんじゃないかって言いましたし、私はもうそれに、それを選択したいというふうに思いましたし、家族も、それがいいねという話になって、今のガイドラインで1番の推奨ではなくて2番目の推奨の治療法に決まったということですね。結果的にはですね、今私が使っている治療法の評価が随分上がってるんですね。1年経って今はね。だからとても日本人のこの EGFR の遺伝子変異があるときには、今私が受けている治療がいいんじゃないかっていう評価が1年前よりはさらに上がっているので、良かったのかなというふうに思うということと、家族が全員賛成してくれたって、それも良かったですね。そっか。良かったってことは生存率が長くなっているってことですよね。今、そうです。1年前の。思ってる以上によく効くらしいということですね。どれぐらい効くのかって分かりませんし、
効かなくなったらまた考えればいいだけの話ですが、大体ですね、今、全生存期間って言って再発していても生きてるがん患者もいますけど、4年半ぐらいってのがどうも目安にはなってきてるみたいですね。それぐらいは期待できるってことは、5年以上生きるような患者も決して稀ではないっていうことが、予想できるぐらい薬が効いているっていうことですね。はい。そうなんですね。そんな治療。治療ができるよっていうのが判明したということですね。これが随分上がったっていうことですね。上がったということで。で、その、県立病院に入院をされていった後に、こちら、薬物療法タルセバとサイラムザっていう、これが点滴なんですが、2週間に1回ですね。で、これは外来治療をするものなんですが、今回はいろんな副作用があるかもしれないのでっていうことで念のために入院をして治療を始める。で、2回点滴を受けて、ですから大体2週間ちょっとぐらい入院をして、それから退院になるわけですが、こんな治療が始まったということですね。そして、退院ができ、職場復帰もしている。そうなんです。すぐに職場復帰しました。これはなぜかというと、これはですね、治療が始まっても副作用がなかったということと、治療前からあんまり症状がないんですよね。だから体調がそもそも悪くないので、すぐに元に戻れたっていうことと、健康診断やってる施設なので、そんな肉体労働するわけでも当直があるわけでもないので、すぐに復帰をして前と同じような仕事の内容に戻ったということですね。確かにその大きな症状ってそのリンパ節のね、ところであったりとか大きくなってるっていう体調不良っていうのは確かに今までなかった。呼吸困難でしょうね。あと息切れみたいなものがないかってことでしょうし、脳転移があっても私は全く症状がなかったので、それ感じてないからだけかもしれないんですが、ですから仕事復帰にはしょうがなかった。ただですね、ここでちょっと変わったことがあって、先ほど、私に4人娘がいて3人医者だって言ったんですが、5月からですね、これは私が職場復帰してすぐ、2週間ぐらい後かな、からなんですが、三女が私の職場に就職っていう働きに来てくれたんですよ。それはどういうことかっていうと、治療がよく効いてるけれど、でもね、今後私どうなるかわからないよねっていう思いもあって、あともう一つは三女は今子育てをしていて、時短勤務ができるところとか、当直がないような仕事に変わりたいっていうような希望も持っていたってこともあって、無理やり彼女を引きずり込んだっていうのがあってですね。先生が。そうなんですよ。うちでどうかと。そう。ということで、私が職場に復帰して、10日目ぐらい、連休があるからもうちょっと後だったかもしれないんですが、から三女が一緒に働くようになって今に至ってるっていうこと。ただ症状的には、治療を始めてからもその後も全く何の変化もなかったんですね。そうなんですね。支障なく、職場復帰をしていき、ただこっからね、またガツンと下がるんですよね。そうなんです。それが次こちら。急性心膜炎。そしてそれを入院されていく。そうなんです。これはですね、これ7月の最終日曜日だったかと思います。私の職場は週5日の勤務なんですが、土曜日と日曜日は月に1回だけ勤務があるんですね。ですから、第4日曜日っていうのは勤務日だったんですけれども、その日の夕方から熱が出て、あと胸が痛くなってですね、胸って言っても、前胸部っていうやつですね。で、そこが痛くなってっていうことがあったので、その日のうちに福井県立病院の救急外来にかかりました。で、心電図を取ったり CT を取ったりいろいろ血液検査をやったりしたんですが、急性心膜炎でしょうというふうに言われました。これはどういうことかっていうと、
心膜っていうのは心臓を覆ってる膜のことなんですけれども、そこに炎症が起こって心臓の周りに水が溜まってるって、そのために胸が痛いんでしょう。で、今晩は入院しなくてもいいので痛み止めとか抗生物質を出しましょうかっていうふうに言われたわけですね。だけどそれでも良くならないので、翌々日に、もう一度福井県立病院の主治医の外来にかかって、やはりこれは入院しましょうという話になりました。なぜかというと、心臓の周りに水が溜まっていて炎症を起こしていて、そのために心不全の症状を起こしていると。水は抜かないといけないでしょうっていう話になったわけですね。で、その前日曜日の福井県立病院の救急外来かかった日は一番辛かったですね。なんせ心臓の周りに水が溜まってるので仰向けに寝られない。そうなんです。そうなんです。心臓が圧迫されてるからです。じゃあどうなってるかっていうと、起きてないといけないんですよ。ですから私はベッドに、腰掛けて、で布団を抱えて夜中寝てました。仰向けは全然寝られない。仰向け寝ようとするとどうなるかっていうと、足を上げた状態、あともう一つは病院のベッドだとギャッジアップって言ってなんかくの字になるみたいな。そうですね、そういう状態にしないと寝られないっていうことで、この時はやっぱりとっても辛かったですね。でそれですぐに入院になったっていうわけで、この時に一番非常に体調がよろしくない状況ですね。もうとにかく痛いんですか？痛いです。痛いです。胸が苦しく痛くて。締め付けられるってそういうものじゃなくて、やっぱり痛い。これはあれなんですか、なんかお薬の副作用とかの影響なんですか？何なんでしょう？これはですね、この後でその溜まってる水を抜くことになるんですが、その水の中にやっぱりがん細胞がいたんですね。だからがんが影響して肺がんの影響で、心臓の周り、その胸膜、心膜っていうところに炎症が起こって水が溜まったっていうことなので、それはがんの影響、薬の影響ではなくてっていうことですね。でその入院されていって、そのね治療っていうのが、これは心脳ドレナージ。心脳ドレナージですね。これはですね、入院をして翌々日だったかと思いますが、心臓血管外科の先生にお願いをしました。でもちろん手術室で行って、超音波で見ながらですけれども、心臓の周り、心臓と心臓の覆ってる、膜の間に水が溜まってるんですが、そこに管を入れる、細いチューブですよね、を入れるっていうような、手術をしてもらいまして、結局ですね750ぐらい水が出たんですね。それはちょっと褐色でしたね、色は。色を見たんですか？見ましたよ。それともう一つはずっとそれは管から出てるのを、持続吸引って言って、機械で引っ張って水を徐々に抜いてるんですよね。で溜まった水の色も自分で見ることもできますし、もちろん透明ではなくてちょっと褐色感じかな、そんなに濃いものではなかったんですが、そういうものが 750ml 抜けました。で翌日だったか、翌日の夕方だったかと思いましたが、管を抜いてもらったってことですが、そしたら、すごく楽になりましたね。水が抜けた。750も溜まってると心臓も圧迫されるので、それがとても辛かったのが一気にこれで良くなった。ということで、これから上向きになる。だから上がっているってこと。そうなんですね。これが実はがんによって水が溜まった、肺がんの影響ということですよね。そっか。なんか水を抜くときは心臓とのこの間を、から抜くんですよね。超音波で見ながらです。見ながらですけどね。うわすごい。いやこれを抜いていただいて、でそれでよし気持ちも体力的にとても良くなりました。これは非常に良くなりましたね。
退院していくという。自覚症状が、肺がんそのものの症状っては、ないと言ったんですが、水が溜まってすごく痛くなって抜いたのですごく楽になった。でその前からですね、実は急性心膜炎になる前から心臓は大きかったんですよ、前に比べると。そうなんですね。あったんですよ。それを分かってはいたんですが、もちろん痛みはなかった。でもなんで水が溜まったか、それは肺がんのせいっていうのは実は前から分かってはいた。抜くほどでもないかなっていうふうに言って、何か、抜く手立てがないかっていうようなことを言ってたんですが、いきなり急性心膜炎になって入院をして、内科じゃなくて外科で治療してもらったっていうことですね。そうしたら心臓はとてもちっちゃくなってっていうことはありますね。そうなんですね。心臓がそういったこともあるのか。圧迫されていたっていうことですね。そしてその後ですね、先生のNHK クローズアップ現代という、そうなんですよ。これはですね、なんでこんなことが起こったかってことなんですが、実は昨年の秋頃、その前、7月頃からかな、ネットの記事でいくつか私の病気を紹介してくれた方がいまして、私の知り合いのジャーナリストもそうなんですけれども、あと新聞社とか、新聞記事が3つ載ったんですね。朝日、毎日、あと地元の福井新聞、あとネットの記事も実は全部で5つぐらい載ったんですけれども、それを見た NHK のディレクターが電話をしてきて、クロスアップ現代ですが、ちょっと話を聞かせてもらえませんかっていうことだったんですよね。ただいきなり、先生番組出演が決まるわけではありませんっていうのはかなり釘を刺されましたよ、最初。ディレクターとプロデューサーが来られたんですけれども、今日お話を聞くだけなので、これで出演が決まったと先生思わないでくださいねっていうかなり釘を刺された。で2時間ぐらい話をしたんですよ。そしたらその1週間も経たないうちに、先生も番組、作ることにしますのでっていう連絡が来たので、そういう意味では非常に早く話が進んだなと思います。で、いろんなやり取りがあって、私がいろんな情報も提供して、それでクロスアップ現代が放送されたのが4月の15ですね。なんですが、あれ生番組なんですよね。ライブ27分のね。だから私は東京の NHK のスタジオに行きまして、打ち合わせをして、リハーサルがあるんですよ。でリハーサルの結果それで OK になって編集してくれるわけじゃないので、あそこはちょっと喋りすぎですとか言って時間が押してしまいますとか言ってどんどん削られるんですよね。っていうようなことでもう非常にタイトな分刻みっていうか秒刻みの放送でしたね。でも最後にクワコキャスターがしっかりとまとめていただいたのでよかったなと思いますが、あれはですね大変です。いやー、時間決まってもう秒単位ですもんね。そうですね。そうです。やっぱ巻いてくださいみたいなのも出るんです。出るんです。で巻くだけでは足りない場合はカットされるんです。具体的に言うと、本来喋る予定だったところをカットされて、桑子さんが一言二言で済ませてしまう。そうしないととても収まらない。厳しいですね、あれは。すごいですね。もう先生もだってこんなんかいろんなその何秒ですとかあれやりながらだったらもう気が気じゃないんじゃないですか。そんなことないですか。もう仕方ないですね。さすがさすがそこは。じゃあもう結構本当に時間との戦いで、あれはそうでしたね。その前に東京まで行けたってのは良かったと思いますけど、それまでは東京でですよね。今まではですね、本当に見つかってから出張とか旅行っていうのを初めてしたのが
9月なんですね。3月に見つかって9月、6ヶ月後でしょうか。それは日本対がん協会の全国大会と表彰されたことがあって、その時に神戸に行ったって。で、家族同伴が OK っていうことだったので、何かあったら困るからっていうので、妻を同伴したっていう同伴で行って、終わったら有馬温泉に泊まった。いいですね。で、10月はまた神戸で学会があった。それは私が一人で行きましたが、それをきっかけにして、いろいろ県外の出張だとか旅行も、できるようになってはいるんですが、体調が悪ければそういうわけにいかないんですけれども、この時は特に体調も悪くなかったので、予定通り NHK のスタジオに行ったということですね。出演されてという風な形でね。これね、がん検診のテーマでもあって、それでね、多くの方見てくださったのかなということを思ったりとかしております。そしてそこから上がっているのは、胸水を抜く。そうなんです。これですね、心臓の周りに水が溜まって抜いたって話をしたんですが、あと、治療によって肺がんはどんどんちっちゃくなってます。で、肺の中のちっちゃな転移がほとんど消えました。脳転移も全てとは言わないです。ほとんどがもう消えてしまったんですね。それぐらい良くなったんですが、左の肺に胸水って水が溜まってる。それはずっと続いていたんです。ということで、先生これ外来で抜きましょうと言って抜いてもらったわけですね。これも550ぐらい抜けたんですけれども、で、その抜いて以降はですね、どんどん胸水も減って、胸の写真でいうと非常に綺麗になってきたってこともあります。これは外来ですね。で、これも、先ほど心嚢水と同じように、これはがんだったのかっていうと、がん細胞がいたっていう話は私はまだ聞いてなかったんですが、少なくとも腫瘍マーカーってのも調べてるんですよね。血液だけじゃなくて。その中の数字が胸水もすごく高いってことだったので、やっぱりこれは肺がんのせいだろうというふうに思えて、そういうものが水が、胸からも心臓の周りからも抜けて、体調はとても良くなって、胸の写真はすごい綺麗になってきましたね。そしてね、今お話あったように、この、腫瘍マーカーも。そうなんです。これはとてもよく下がってます。多少上下はあって、一喜一憂してはいけないと言われてるんですが、以前に比べるとものすごく減ってますね。そうなんですね。まだ正常値にはなってないんですが、治療を始める前に比べると17分の1ぐらいになっているので、すごく下がってるということですね。最下低いまま安定してるっていうところでしょうか。じゃあ今も制限なく過ごされているっていう形なんですね。何の制限もないです。あと副作用があんまりないっていうのも大きいですね。そうですね。なので普通にね、活動されて、そうなんです。出張も行けて、週に1回ぐらいなぜか下痢が起こったりもします。あとは皮膚炎、手のあれとかですね。あと顔がすごくニキビ用になってっていうことも言われてるんですけど、それはあまり問題に私の場合なってなくて、ですから重い副作用が一切ないので、非常に治療が続けやすいっていうのはありますね。それは良かった。今ね、そういう風な形で過ごされているという風な中でのこのペーシェントジャーニーでございました。ありがとうございます。ここからですね、ちょっと各項目に分けてお伺いをしていきます。各項目、まずですね、病院や治療の選択と、あるんですけれども、病院はまず先生もさっきのね、後輩のいる、知り合いの多い病院に行かれていくっていうことでいいですよね。その通りですね。で、治療の選択、今ね、SDM って呼ばれるシェアードディシジョンメイキング、共同意思決定ということも大事とされていますが、この薬物療法を検討されたとき、さっきね、第二選択を選ばれた。で、全員がそれでいいってなったって言ったところ、もうちょっとだけお伺いしたいんですけども。第一選択は内服薬だけなんですが、第二選択は2番、今私が受けているのは2番目の推奨度なんですね。で、それをなぜ選んだかっていうと、今の治療の方が
第一推奨の、内服だけのみよりは長く生きられるんではないかと。で、効かなくなった時にも次の手立て、次の治療法に結びつけられるんじゃないかってこともあって選んだっていうことですね。それは主治医もそれを勧めてくれたってこともありますし、私の意向も踏まえて家族全員が賛成してくれたっていうのは良かったと思います。ですから、ガイドラインで一番勧められているものをそのまま選ぶ必要必ずしもないっていうこともあり得るんだと思うので、それはよく主治医と相談しながら決めるっていうのは非常に重要だと思います。これちょっと素人考えで申し訳ないんですけど、その第二選択の方が生存率長いんだったら、第一選択のやつがなんでガイドラインで推奨されてるんですか？それはなかなか難しいですね。内服飲み薬だけっていうのが非常に簡単ですよね。それは私は2週間に1回点滴で通わないといけないということもありますし、ですから、簡単な治療法で長く続けられるっていうんであれば、そちらの方が一番推奨すべき、あるいはそういうものを省略してはいけないっていうのは、それは当然の話だと思います。そっか、そこはその方がやりやすくて、生存率もちゃんと第一選択も、それももちろんいいわけですが、最終的にはですね、どうなるかっていうのはやっぱり、みんながみんなね分かるわけではない。だから今の第一推奨の1番目よりは無増悪生存期間ってよく言うんですよね。だから再発せずに生きられる期間は第2推奨の方が長い。で、私はそれにしたんですが、ただ第1推奨の場合も効かなくなったらまた別の治療に変えるってことも可能なので、それはどちらがいいとも一概に言えないかもしれないし、もしかすると私がやってる治療法の方がこれから推奨度が上になる可能性かもしれないですね。いろいろその、治療の積み重ねの成績が分かってくればですよね。この第二推奨してからまた第一推奨のやつに戻ることもできるんですか？それは第二推奨の場合はどうなるかっていうと、効かなくなった場合はですね、薬の耐性っていうか、それが出てきたっていうふうに言われているので、ちょっともう一度遺伝子の検査をしないといけないというふうに言われてますが、リンパ節が腫れてないとするとおそらく血液検査だと思いますね。血液で、その中の遺伝子を調べて、それで異常が見つかれば、その時に先ほど第一推奨の飲み薬に変えるっていう選択肢が出てくる。出てくるっていう感じですね。そうなんですね。だから戻るっていうんじゃなくて、ちゃんと次の検査をして、また次の選択として出てくる。次の治療法として考えられるってことですよね。いや、ありがとうございます。すごく勉強になりました。なので、無増悪生存期間が長い、第二推奨をみんなで一致してやっていったと。そうです。そういうようなことですね。ありがとうございます。そしてですね、次のちょっとお伺いしたい項目が、次こちらになります。はい。辛かったこと、副作用、後遺症などってあるんですけど、副作用はね、特段出てこなかったっていったところも、あるかと思いますが、やっぱ治療の中で一番大変だった、辛かったっていうのは先ほどの、心臓の件ですかね。そうですね。あれは薬の副作用というよりは、病気そのものによるものっていうことなので、その都度対応していただいたってことになると思います。副作用はいろいろ言われてます。一番がですね、間質性肺炎。これは他の抗がん剤もよく出てきますが、っていうのがあると非常に具合が悪いですね。で、それは今の薬が使えない。で、一番呼吸困難とか出てくると、今の薬をやめないといけないっていうことがあると思いますが、そういうことは全くないので、今の治療が続けられる。で、続けるにあたって、腎臓が悪くなってないかどうかっていうのに目を向けないといけないので、いつも尿の検査は、タンパクが混じってないかどうかってのはいつも見ていますね。タンパクが混じってると、たくさん出てくると今の薬はやっぱ使えないですね。あとは休薬をしないといけないっていうようなことを、ですからその薬の副作用がないかどうかっていうのは常に見極めをしないといけないと思いますが、私の場合は
大した副作用が今のところ出ていないし、薬を中断する理由も今のところ見られないということになりますね。じゃあ、本当にあれですね。先生の体に、基本合ったお合ってる。薬っそうですね。ていうことですね。はい。そして、次の質問です。辛い時に支えになったことっていったところのお話をお伺いしたいんですけれども、はいまた家族の話はね、この後またお伺いをしますので、うんそれ以外で、なんかそう支えになったことやものありますでしょうか？はい、ありがとうございます。うんこれはですね、やはり主治医をはじめとする病院の医師たち、看護師たちだと思います。知り合いの先生方が多いってこともありますが、相当支えてくれたということですね。あともう一つは、私は国の医院を長くやってきたってこともあるので、多くの先生方に早いうちからですね、私の病気を知らせてるんですね。はい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 。包み隠さず知らせていますし、職場でも全て私の病気については伝えています。ということで、多くの人が支えてくれた知り合いもそうですし、あとは職場の同僚たちもそうですね。ですから、正直に伝えられたっていうのが非常に良かったのかなと思いますけどね。支えてもらう上で、はい正直に全部包み隠さず言ってるからこそ、周りがこうサポートしてくださる。だと思います。両者の中でなんか知り合いが多いところは嫌だっていう風な人もよく聞くんですけど、先生はそれが良かったパターンなんですね。そうですね。それは考え方次第で、あと病気によっても違うのかもしれませんね。あとは検査なんかだと、知り合いだと嫌だっていうのはあるかもしれませんが、私は知り合いが多いから嫌っていう話には全くならなかったんです。で、適切な治療ができる。福井の県立病院っていうのはがん診療の福井県の中の拠点でもあるし、一番の拠点が県立病院なんですね。なんせ知り合いが多くいるし、後輩も何人もいるっていうのが一番大きかったかなと思いますが。それによってね、やっぱ本当いろいろこう検査もね、スムーズにいけたっていうこともあったでしょうしね。はい。ありがとうございます。次こちら。ですね、はい。家族やパートナーのことといたしまして、お子様の話はまたこの後ありますので、ちょっと奥様のことであったりとか、そういったところの支え、どう支えましたか、どう奥様にこう伝えましたかっていうことをちょっとお伺いしたいです。はい。ですね、今私は妻と2人暮らしなんですけれども、一番最初 CT の結果が出た時には、すぐに伝えました。それは妻だけじゃなくて、子供たちにも全部すぐに伝えてるんですね。そうなんですね。で、それはやっぱりとっても驚いたと思います。私がこんな肺がんになって、私の驚き方とはまた違うんだろうというふうに思いますが、それと、MRI で脳に転移があってっていう時には運転ができなくなったっていうことで、どこか行くと職場に、通勤する時も、あとはどこか、行く時にもですね、駅に行ったりとか、あとは様々な時に車で妻に送迎をしてもらってるって。これまでは食事の、お弁当も含めてですね、世話だけではなくて、これが送迎も全部頼んでいるので、そういう意味では妻には感謝ですね。そっか、じゃあ車の運転ができないところを奥様がこうサポートしてくださっているということなんですね。はい。そして次こちらですね。子供のことといたしまして、4姉妹のうちね、3人が、お医者さんと言ったこともありますが、お子様たちにはもうすぐ伝えたっていうのはもうメッセージですぐ伝えられた。そうです。LINE で知らせたってことです。いつ知らせたかっていうと、その日だったか翌日だったか忘れましたが、結果出て、CT の結果、あとは、MRI の結果、今度リンパ節の生検をするんだとかですね、その結果によってどうなるか、決まるという話は逐一知らせてますね。ですから結果説明の時には、1人だけは仕事の関係で来れなかったんですが、4人のうち3人が結果説明に同席をしたっていうことになるので、そういう意味では非常に良かったと思います。それは個別の LINE なのか、それともグループ LINE なのか？グループ LINE です。グループ LINE で、
もう家族のグループ LINE で伝えて。逐一。はあ。ね。そうなんですね。そうなんです。その医師が3人お子様いらっしゃると、なんかこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかとかならないですか？診療科によっても違うのかもしれないですね。うちの娘は麻酔科と婦人科と、あと皮膚科なので、肺がんとはあまり関係がないってこともありますし、もし関わっていても、おそらく彼女たちは何も言わないと思います。お父さんの、やることを尊重してくれる。だと思います。はい。ねえ、だからそう伝えるのはグループ LINE で、そして治療方法については尊重してくれてっていう風な形で、はい。ありがとうございます。そしてですね、次お伺いしたいのはこちら。はい。お仕事のこといたしまして、お仕事については、先ほどのね、お話の中でも、職場復帰っていうのもすぐしていったという風なところも、ここでね、いただいているかと思います。職場のね、人たちにもすぐ伝えてっていう風なこともおっしゃっていただいたかと思いますけれども、この職場復帰してから今に至るところもそうですけれども、なんかこう、支障とかそういったところは、特段今なくっていう風な感じですか？特になかったですね。見つかったのは3月の終わりで、年度末だったんですが、いつ知らせたかっていうと、職員全員に知らせたのはおそらく4月の1日だったと思います。新年度の時に、みんなの前で挨拶をして、実は私はこんな病気が見つかってっていうことを正直にですね。で、私のところは健康診断ですよね。とりわけがん検診をやってる組織なので、ですから、私でもこうなってしまったっていうようなことも含めて、正直に、話をした。で、治療のために、場合によっては検査のためにこれから、入院もあるかもしれないけれども、できるだけ今までと同じような仕事をしたいのでよろしくという話をしましたね。皆さんびっくりされてたですよね。そうだと思いますね。まさか、ね、こう、しかもステージ4ですよね。そうですね。いや、そうですよね。周りの接し方が変わったとか、そこら辺はないですか？それはないですか？ないですね。で、今も仕事も、体力的なところも特段問題なく。はい、そうです。続けていってという風なところで。今も病院行かれるときは、お休みされて？年休ですね。午後だけ年休を取って、お昼過ぎに妻に迎えに来てもらって、で、病院に帰って、終わったら迎えに来てもらうということを2週間に1回やってます。そこも職場の理解もあり、問題なく進めているということですね。ありがとうございます。そしてですね、次お伺いしたいのがこちら。お金や保険のこと、このお金のことも、大事なんですけれども、先生自身は民間の保険とか入られてましたか？民間の保険はですね、古いタイプの生命保険しか入ってないんですね。で、よくですね、見直しをしましょうっていう案内は来てたんですが、一切そういうのなくて、基本的ながんでいうと、手術をすれば保険が出る。入院すればそれの期間の保険金が支払われる。で、先進医療には入ってたんですよね。先進医療特約でっていうのは入ってたんですが、私が受けている化学療法、抗がん剤治療だけで保険が出るっていうのも今たくさんありますが、そういうものはですね、実は私は全く関係ないと思ってたんですよね。ですから、抗がん剤治療ってのは、私の頭の中では、大腸がんが専門なので、手術で治る。早ければ内視鏡でおしまい。抗がん剤治療も、だいたい長くて半年ぐらい。っていうのが頭にあって、で、抗がん剤治療でしか治療できないなんていうことが、最初から頭になかったので、そういうものをカバーしようっていう気はなかったっていうことで、全然見直しをしなかったんですが、私の経験を踏まえると、やはりご自分が入っている保険は、本当にこれでいいのかっていうのは、見直しをすべきだというふうに思いますね。ですから、抗がん剤治療だとかについても、しっかりカバーされるような保険って今あるので、
そういうことも考えてみられるのがいいかな。ってことは、民間の保険に入られてて、全く出なかったってわけではないですか？ですから、ですね、どんな保険が出たか、それ入院期間に応じて入院の保険金は出ますよね。で、手術はしてないので、その保険は出ないんですが、ただリンパ節を取ったってのは確かあれ手術の扱いになったみたいで、少し出ました。ですから、入院期間のみ私は保険でカバーされたっていうことですが、今はもっと手厚いカバーがされるので、考えてみられるといいと思いますね。先生はその治療のその去年から今にかけて、どれぐらい治療費ってかかられるんですか？いくらか忘れたぐらいかかりました。実はですね、今は定年、私のところはですね、医者所長は67歳が定年なんですね。私は4月生まれなので、68歳手前まで働いて、翌月から定年で、そうすると嘱託になるんですよね。で、給料が現役の時の3分の2ぐらい出ます。でも3分の2はもらってるわけですが。で、医療費ってのは、皆さんよくご存知のように、所得に応じて支払い金額って決まるんですよね。それは今の所得の金額で決まるわけではなくて、例えば去年の所得によって決まるっていうことなので、実は給料はすでに減っていたんだけど、支払いが去年の4月、5月、6月は結構多かった。で、今、高額療養費制度っていうのは皆さんよくご存知だと思いますが、4回目からは減額されることになってますね。それが今も続いているということなので、そういう意味では高額療養費制度はすごく助かっていますが、さあ、ここでですね、短期間で治療が終わるっていう場合はいいんですが、私みたいに聞いてるうちはどんどんこれを際限なく続けましょうとなると、結構な負担感が大きいですよね。で、今までだったら支出にならないような金額が毎月出ていくとなると、これはすごく負担感が大きいと思います。ということを皆さんも考えないといけない。で、人事だと思ってると、大したことないんじゃない？今の制度でも十分じゃないかって思うかもしれないんですが、それはいざという時の備えとして十分ではやっぱりないと思いますね、高額療養費制度はね。だからもうちょっと、立場が弱いとか所得が少ない方たちに、気配りするような制度に変わらないといけないっていうことが分かったということですね。私はがん検診長くやってきたんですが、がん検診もですね、受けないあなたが悪いっていうのが基本的な考え方なんですよね。国も自治体もですね。実はそうではなくて、この前クローズアップ現代で喋りましたけれども、みんなが受けられるように、全ての人に、正しいがん検診をっていうのは私の、モットーというか目指しているところなので、そういうふうにしないといけないと思います。受けないあなたが悪い、受けられないのはあなたのせいでみたいなことを言うのはおかしい。治療も続けられないのはあなたが悪いからではなくて、負担感をもっと減らしてあげるようなことを考えないといけないと思いますね。幸い私は、まだ現役の3分の2の所得があるので、年収があるので、払えていますがっていうことですね。そうですよね。やっぱ60代で去年ね、定年退職をした人っていうのはね、去年まではいっぱいもらってたけど、その翌年からガクッと下がるって人もめちゃくちゃ多いですよね。そうですよね。それ明日は我が身なんですよ。がんもそうなんですけれども、がんになるかならないかっていうのは、私はならないっていう保証というか、そういう安心感を皆さん持ってはいけないっていうことと、治療はいざとなったら受けられるじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですが、長く続くとなると話が全く別なので、そんなことも一人一人が考えないといけないというよりは、
それは国の仕組みの問題なので、それを変えないといけないと思います。それを私ががん患者になって、やはり訴えていかないといけないなと立場上思ったということですね。今もね、だから松田先生は今も支出が続いているということですね。お金に関しても。ありがとうございます。そして次こちら。工夫したこと、していること、これは生活習慣でも構いませんし、入院中でも構いませんし、先生がなんか今これ工夫してるよっていうこともしあれば教えていただければと思います。何をしてるんでしょうね。以前はですね、週末ちょっと走ってたりしてたんですが、今走るとちょっと息が切れたりするので、走ることは一切してませんが、やはり動かないといけないなって思いがあるので、1日8000歩、スマートウォッチっていう、ランナーズウォッチですけど、それをつけて1日8000歩は歩くようにしています。じゃあどこ歩いてるのって話なんですけれども、そうですね、どこ歩く？週末は外を歩いてます。が、平日勤務してる日はどこ歩いてるか。私の部屋はちょっと広くてですね、部屋の中をぐるぐるぐるっと実は回ってるんですよね。それをお昼だと時間があればやっぱ30分ぐらいですね。で、朝、昼、夕方合わせてだいたい1日8000歩っていうのをクリアするっていうふうにをしている。いけるもんなんですか？はい。できるもんなんですか？その1日8000歩を自分の部屋の中でぐるぐる回るっていうので。いや、面白くないですよ。だけど記録として残りますから。8000歩ノルマなので。そっか。すごいですね。それをお昼休みの間にぐるぐる回って。お昼休み、朝ちょっと。朝は時間があんまりないから朝と、お昼休みと、夕方、妻が迎えに来てくれる前に、またちょっと。っていうことで、だいたい3回に分けて、日中だって全く動いてないわけではないので、それを合わせて8000歩で、週末だともうちょっとやっぱ時間があると、外を歩きに行きますので、1万歩、1万5000歩ぐらいは歩いてますね。そっか。歩いて体力をつけたりだとか。歩くのが基本で、あともう一つは、やっぱ食事はですね、食べないといけないとよく言われてるんですよね。タンパクがちょっと低くなったり、あと貧血になったりって、それ薬の影響ですけど、あるので、しっかり食べるようにっていうふうにはしてます。時々下痢が週に1回ぐらい起こったりもしますが、それ以外は特にどうってこともないので、できるだけしっかり食べるようにっていうのをということをしているのと、できるだけ部屋の中ぐるぐる回ってるということでしょうか。歩かれて意識的にそうされているということですね。そして次こちら情報のところなんですけれども、いや先生たちはどういった情報を持ってるのかじゃないですけど、どういうふうに自分のがんのことを調べられたりだとか、治療調べられるのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですよ。一つの様々な情報がやっぱり溢れてますよね、ネットでもね。だからどこの情報を見たらいいのかっていうのはやっぱり公なところだっていうふうによく言われています。ですから国立がん研究センターだとか、あとは公的な病院だとか、あとは学会から出てるものですね。私の場合は肺がん治療ガイドラインって、学会が中心になって治療のガイドラインっていうのを出してるんですよね。それはネットでも公開されてますし、あと患者用のガイドライン解説なんてそういったものもあるので、まずはそこを見るべきだというふうに思います。で、その上でどんな治療をしたらいいかっていうのは主治医とやっぱりよく相談をするということでしょうね。で、治療法が見つからなかったらどうするかっていうと、新たな治療がないのかっていうのを、主治医に聞いてみることでしょうね。で、うちではできないというふうに言われたら、どこならできるかとかですね。最近は患者が申し出てその治験に参加するってことも可能なので、そんなことができないのかどうか、あるいはどこに行けばできるのかっていうことを聞いてみるのもいいと思います。私の場合は、情報にはあんまり困ってなくて、
出どころのわからないような情報に飛びつこうという気は私はさらさらないので、皆さんもあまりそういうものには飛びつかない方がいいと思いますね。結構ネットの情報とは結構過激な情報多いじゃないですか。これを飲めば治るみたいな。そういったのは先生としてはちょっと。それは全く、参考にしないですね。ですから、公のっていう、がんセンターだとかっていうところのもの。他のところの方がもっと進んでるのかもしれないんですが、確かじゃない情報を提供しているところもあるので、あまりネットで検索した情報っていうのを信用されない方がいいと思います。これがいいのかどうかっていう、そういう情報を見つけたら、主治医に聞いてみるぐらいのことはやられた方がいいでしょうね。はい、まずは主治医に聞いてみるっていうようなことですかね。そうですね。だから、あれですもんね。先生自身も、肺がんの専門家ではないから、肺がんのことについてはやっぱ自分の主治医が一番教えてくれるってことですね。そうですね。主治医も、先ほどもちょっと言いましたように、自分の経験、自分の考えで今決めてるわけではなくて、まずはこういった治療を推奨しますみたいなことっていうのが出ていて、それに基づいた話をしてきてくれて、私がそれで納得したっていうことで、今の治療法が決まったわけですよね。そうですね。はい。なので、先生自身も、主治医のね、先生と相談されているっていうことですね。はい。そして、はい、次こちら。あの時の自分へと言ったことで、このあの時の自分へ、例えばがん告知をされた時であったりとか、もしくは心臓が痛い、かった時であったりとか、いろんなタイミングがあったかと思いますけれども、どの時の自分どういうふうに言葉かけをするとしたらどうするかなっていったところをお伺いしたいなと思います。はい。あの時の自分やったら、やっぱり一番見つかった時でしょうね。きっとびっくりしたでしょうと。というふうに、言えると思います。びっくりしたでしょう。でもこれは、あなたに課された試練ですよという、そういうふうに伝えたいですね。今でもそう思ってます。で、なんで、がん検診、とりわけがん検診、日本のがん対策を担ってきた私が、こういう目に遭わないといけないのかっていう思いはありますが、あなたに知らせるためにこういう試練を与えてるんだっていうふうに私は選ばれてしまった。だから、きちっとそれを乗り越えないといけないんだっていうふうに、伝えたい。私はその通りに生きてきたっていうことですよね。だからそんなに落ち込んだり投げやりになったりっていうことは一度もなかったと思います。だからか。はい。だからそういうふうに自分のがん告知された時に投げかけるってことですね。そして次、大切にしたいことなんですけど、夢や目標、松田先生が今後これ大切にしていきたいな、もしくはこれを目標としていきたいなっていうものあれば教えてください。はい、ありがとうございます。はい。私は長くがん検診やってきました。で、先ほど紹介したクローズアップ現代もそうなんですけれども、残念なことに私たちがやってきた日本のがん検診は全くうまくいってないと思います。ってことを私たちは率直に認めないといけない。うまくいってないっていうのは、僕たち、一般の方たちが受けてないっていうことでうまくいってない。っていうことだけじゃなくて、がん検診の目的ってのはがんの死亡を減らしましょうっていうことなんですよね。それが目的を達成できていないってことは、他の国よりも多くの人たちが日本ではがんで亡くなってるっていう事実を認めないといけないっていうわけです。で、全てのがんに対する検診が行われているわけではないので、岸田さんがかかったがんだってがん検診の対象に当然ならないですよね。そうです。はい、ただ肺がんは検診の対象だし、大腸がん、肺がん、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんですね。それはがん検診の対象になってるんですが、世界中で行われているものっていうのはその中で大腸と乳がんと実は子宮頸がんなんです。この3つ？3つしかないです。で、胃がんを行っている国もありますが、世界中で行われているわけではなくて、それから肺がんについても日本が中心なんですよね。っていうことは、比べろとすると何で比べるかっていうとですね、
大腸がんと乳がんと子宮頸がんの死亡率を他の国と比較する。それが当たり前のやり方なんですよ。うまくいってるかどうか見極めるためにね。ってみると、私が専門にしている大腸がんは、この前クローズアップ現代出ましたけれども、日本が開発をして、日本が世界で一番早く始めたにもかかわらず、日本の死亡率が先進諸国の中で一番高い。これどういうことか、やるべきことをやってないってことですよね。子宮頸がんだって日本の死亡率が一番高くて、しかも増えている。うまくいってない。乳がんはまだ死亡率は高くないんですけれども、それでもなかなか減らないってことは、良かれと思ってやってること、みんなに提供してると思ってることがうまくいってないっていう事実を認めないといけないっていうことで、がん検診でいうと、正しいがん検診を全ての人に提供する体制が必要。受けない人が悪いわけじゃなくて、受けるようにしていない日本の仕組みが問題だっていうことを私は最近は強調してる。ですからそれをやらないといけないし、先ほどちょっと申し上げた、経済的な理由で治療が受けられない日本、これはあってはならないと思います。これを変えないといけないということで、このことについて声を上げるっていうのが私に残された使命かなというふうに最近は思ってるということですね。じゃあ今後のがん検診のあり方を松田先生が変えるっていうのを今目標として、抜本的に変えないといけない。うまくいってないって、どこを変えるべきかっていうのはもう分かってる話なんですよね。先生の中ではなんかもうあるんですね。もうここを変えないといけないっていうのはもう。そうです。この前クローズアップ現代で出しましたが、一つはみんなが受けられるようにしないといけない。手っ取り早いのはですね、職場です。職場で受けられない人たちがいっぱいいます。ですからそれをもう法律で決めてしまう。職場でがん検診やってないところは休みを上げて自治体の検診を受けに行かせないといけないっていうふうに決める。お金がない会社にお金払えっていうのは、それはまたちょっと別の次元の話なので、会社はお金払わなくていいから休みを社員にあげてください。で、みんなが受けられるようにするということですね。だからみんなが受けやすい体制を作らないといけないということと、誰が受けてるかしっかり把握する仕組みが必要だ。それがないので全体像が把握できなくて結果がうまくいっていない。聞いたことあります。なんか職場の検診のデータと、その自治体の検診のデータってなんか一緒にならない？なってないですよね。ですよね。で、今がん検診って自治体で受けたデータだけがマイナンバーで把握できるんですよね。で、職場で受けた検診っていうのは全く把握ができなくて、国はですね、これから何を考えてるかっていうと、自分の結果を持ち歩くってことを言ってるわけで。ですからそれはいざという時に自分のマイナンバーを示せば、病院にかかったらあなたの過去の結果は全て分かりますよってしたい。でも全体像を自治体が国が把握しようって、そういうつもりがないんですよね。あくまで個人なのか。だからそういうところに踏み込んで、みんなが受けられる体制、受けているかどうかを把握して受けてない人に案内を作る仕組み、それが組織型検診っていうことなんですが、そういう方向に歩み出さないといけないっていう動きがようやく出てきたかなというふうに思いますけどね。ただ国のがん対策の第4期の計画にはその文言も書いてるんですよ。組織型検診っていうのはね。でも国は全くやる気がないっていうことを私は散々指摘をしてるということなので、私も時間があまりないので、もう悠長なことやってられないからしっかりやってくれないといけないっていうことを声を上げたいですね。いや、組織型検診ですね。確かに。っていう言葉があるんですよね。確かに職場でしっかり推奨してくれたりだとか、もうほぼ強制的に受けるっていうことができたら、全然変わってきますよね。職場はですね、それなりに強制力があるんですよ。受けるか受けないかは自由なんていう意見もありますが、それはあるんですけれども、受けたくても受けられないっていうのを野放しにするのは非常に問題なんですよね。だから受けられる体制は整えないといけない。それを受けないのはあなたのが悪いからだっていうのは、それは違いますね。そういったことを松田先生はね、これからもしてくださるということなんで。ぜひ。
まあ僕たちもね、ちゃんと課題感持っていかないと、ぜひお願いします。はい。ありがとうございます。はい。ここから少し、はい、インフォメーションを入れさせていただければと思います。まず、がんノートですね。がん経験者のインタビューなどを発信している YouTube 番組でございます。まあ、医療情報ももちろん大切なんですけれども、やっぱ、それ以外のですね、患者側の生活の情報っていったところも大事にしてお届けしている番組となっております。またですね、今までお伺いしてきた、その経験談といったものも一冊の本となっております。お近くの書店やもしくは Amazon さんでまた見てもらえたら嬉しいなと思いますし、またオーディブルなどを聞くといったこともできますので、こちらもチェックしてみてください。またここまで聞いてくださっている方にはですね、もうチャンネル登録してくださっている方も多いかなと思いますけど、ぜひぜひまだの方はチャンネル登録してくださったりとか、あと高評価やコメントなどで応援してもらえると嬉しいなということを思っております。また、出演してみたいよっていう方はですね、ホームページに出演応募フォームといったものもありますので、こちらにですね、入れていただけますと、事務局からまたご連絡させていただけますので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。はい。といった中でですね、はい、最後の項目のこのメッセージといったところになっていきました。松田先生にですね、ちょっとメッセージをいただいておりますので、松田先生のメッセージはこちらになります。ドン。がんは誰にでもなります。決して人事ではないということをぜひご理解ください。でもがんの治療法ってすごく良くなってます。私はステージ4の肺がんなんですが、治療ができています。これからもうどんどん治療法は進むと思います。ですから決して諦めないでください。まあ周りと、特に主治医ですけれども、周りの家族だとか、もご相談を受けてですね、ご相談をして適切な治療をしていただくようにお願いいたします。がんは決して人事ではないということを改めて申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もう誰にでもね、がんはなりますし、もうね、やっぱ検診をね、推進してくださっていた松田先生でもね、まさかというか、はい、肺にっていうところもあったかと思います。そうですね。はい。そして、諦めずにというところは、やっぱ松田先生も今ね、新しい治療もどんどん出てきて、でそれで、遺伝子変異も見つかってといったところもありましたし、そして、先生であっても周りのね、主治医の先生もそうですし、ご家族でも相談して、適切な治療を受けられているということですよね。はい。いや、本当誰にもなるといったところを、また皆さんにも改めて、お伝えしたいという松田先生の、お話でもございました。ありがとうございます。といった中でですね、はい、今、がんノートの配信にはなってきましたけれども、先生いかがでしたでしょうか？はい。よかったですね。いやいや、先生、すごい、やっぱさすがですね。先生も、すごい、もう、言うことが、もうなんかめちゃくちゃ響きますし、なんか、やっぱそれはもう今、いろんな方とやっぱ、ね、がん検診とかにも触れられているからなんですかね。喋るのが好きなんでしょうね。いやいやいや、それももちろん、ね、喋るのも好きっていうのもありますけれども、やっぱこう、皆さんにね、やっぱ伝えられる形でっていうのはなかなかできる。正しく伝えないといけないっていう思いがやっぱりあるっていうことと、伝えられないといけないって。だから講演も話すだけではね、相手に伝わってないですよ。だから誰に伝わってるのかなってよく講演してる会場だと私結構見渡してるんですよね。でどうなのかみたいなことっていうのは反応を見て、それはやっぱすごく大事だと思いますし、でただみんながみんな私の話を聞いてくれるなんて私はさらさら思ってもいないので、ですから一部の人にでも伝わってそれが周りのことを人に伝えてもらえればいいかなと思いますけどね。だから常に今の時点で一番いいと思われることを話をすると、間違ってると思うものは伝えないし、過去に間違っていたものはそれはやっぱり訂正をするぐらいの気持ちがないといけないと思いますけどね。それでね、そうですね。やっぱ先生もね、やっぱこう、先生過去に間違ったこととかあるあまり言ってませんよ。じゃあここはご想像にお任せしてっていうか。そっか。恋でね、間違えてるわけではないんですが、結果的に間違ってることって
ぱいあるんですよ。うん、そうですね。まあ歴史とかもそうですよね。ノーベル賞を取られた本庶先生なんかもそう言われてますよね。あ、そうなんですか。うん。ノーベル賞を取られるようなうん。論文だって、ほとんどが間違ってる。結果的にはですよ。後になってみればね。っていうこともいっぱいあるので、まあ、全てのことを鵜呑みにするっていうのはやっぱりすごく問題で、この人一体誰なのかっていうような人のことを、受け入れるっていうのはちょっとどうかなと思います。ちょっと頭の片隅に置いて、っていうのはいいかもしれない。その人はものすごく精神的なことを言ってるのかもしれないですよね。だからまあ全ての情報を鵜呑みにせず、ちゃんと自分でも疑問を持ってもいや、それはすごく大事だと思いますよね。私はほとんど相手の話は聞かないことにしてるので。そうなんですね。そうなんですよ。目の前の人はですね、ろくなこと言ってないんですよ。なんて言うとお話は聞いてくれませんな、これは。いや、はい、肝に銘じます。まあ、で、ただですね、こう見てくださった方の、なんか全て、このね、松田先生の全てというよりは、ここ、なんかヒントになるなとか、何か、こう気になったところを実践してくださるだったりとか、そういったところでですね、役立てていただければ嬉しいなというと思います。はい。これで、終了していきたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。ありがとうございました。